まさにホグワーツ、ダイアゴン横丁のモデルになったビクトリアストリートです。世界で一番昔っぽい街な気がする。でみんなお花撫でてるからピカピカになって、スコティッシュカフェなんですけど、ここがスコーンがジョージ・マッケンジーのお墓ですね。いわくつきのお墓がいっぱいある場所で、このエディンバラは、魔女裁判が行われてたり、池に、手足を縛って魔女と思わしき人を落とす。おはようございます。ゆうきです。今ですね、イギリスのスコットランドエディンバラに来ております。でエディンバラですね、今日含めてあさって夜帰るので、だいたい 2.5 日間観光してこようかなと思います。でですね、ここエディンバラは、有名なものがいろいろあるんですけど、まず一つ目がハリー・ポッター。実はですね、ここハリー・ポッターの作者 J.K. ローリングがハリー・ポッターの執筆をした場所でして、ダイアゴン横丁のモデルになった場所とか、キャラクターの名前のインスピレーションを受けた場所とか、そういったところがたくさんあります。なのでそういうハリポタのゆかりの地を見ていこうかなっていうのと、もう一つはエディンバラ実はかなりダークな一面がある場所で、実は17世紀から18世紀にかけてここでは魔女狩りがすごく盛んに行われていた場所だそうです。当時ですね、3000人から4000人ぐらいの主に女の人がですね、魔女だっていうことで処刑や拷問をされてしまった場所にもなってます。あとはですね、中世ペストが流行してすごく被害が大きかった場所でもあるので、そういった、ちょっと闇深い地下街だったりとか、そういうミステリーというかダークなところもたくさんあるので、ハリー・ポッターのファンタジーとミステリーっていう2つの軸で今回は楽しんでいきたいなと思います。それにしてはもう街並みがなんかすごい、なんて言うんだろう、中世なのかな、すごい重厚感がある感じです。今ですね、午前中11時半なんですけど、これからエディンバラ城に向かいたいと思います。でエディンバラ城ちょっと事前に予約をしといた方がいい場所ですね。なんか当日券もしかすると買えないことがあるかもしれないので、一応事前にオンラインでチケットを購入しました。でエディンバラ城はですね、なんか公式の発表はないらしいんですけど、ハリー・ポッターのホグワーツのモデルになったお城とも言われています。だからめちゃめちゃ楽しみ。本当にもうすでになんかハリー・ポッター味がすごい。ここでイギリスとスコットランド、そしてエディンバラの概要を見ていきます。スコットランドは1707年までは独立した王国でした。そしてその首都こそ今回訪れているエディンバラです。現在スコットランドはイギリスの一部となっています。ちなみにイギリスの正式名称はグレートブリテンおよび北アイルランド連合国。この国はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという4つの国で構成される一つの連合国家です。現在日本からエディンバラへの直行便はありませんが、ロンドンからは電車で約5時間、飛行機なら1時間弱でアクセスできます。スコットランドはヨーロッパの中でも非常に古い歴史を持つ地域として知られており、その首都エディンバラはかつて外敵から町を守るための要塞都市として発展しました。そして町の中心には火山の上にそびえるエディンバラ城、そしてその城と王室のホリールード宮殿を結ぶ石畳通りロイヤルマイルは今も中世の面影を残す美しい通りです。現在ではエディンバラの旧市街と新市街ともにユネスコの世界遺産に登録されています。でこの今向かってるエディンバラ城は火山が岩の上にあるお城になってます。なのですごく高い位置にあるんですよね。なので上から見る眺めもすごく綺麗なんじゃないかなと思います。坂がしんどい。すごい。
お城が見えてきました。なんか工事してる。なんか当日券もある感じでした。でこのオンラインで買ってたチケットをスキャンして入ります。ここから入ります。入れました。オーディオンガイドがですね 3.5 ポンドだったんですけど買いました。なんと日本語があります。このマップを見てオーディオガイドを番号ごとに聞きながら回っていきます。そうでですね、今いる場所がこのワンオクロックガンというところで、この大砲ワンオクロックガンというんですけど、毎日1時にこう今でも時間を知らせるためにバンと鳴らしてるみたいです。ただ日曜日以外になるみたいですね。日曜日は鳴らない。登ってみよう。わ、すごい。びっくりした。スコットランドの象徴エディンバラ城は約900年前から存在し、かつては王の住まいであり戦いの要塞でもありました。スコットランド王家の王冠や宝珠が展示されているクラウンルーム、城内で最も古い建物の聖マーガレット礼拝堂、巨大な大砲モンスメガなど見どころがたくさんあります。その他にもスコットランドの軍事史を伝える国立戦争博物館や荘厳な造りのグレートホール、実際に捕虜が収容されていた地下牢、戦争捕虜の牢など歴史の重みを感じる場所が随所にありました。今ですね、もう少しで3時になるんですけど、ちょっとまだご飯を何も食べれてないので、なんか食べに行こうかなと思います。ここがですね、スコティッシュカフェなんですけど、ここがスコーンがすごい美味しいみたいなので行ってみます。とっても可愛いお店。朝ごはん、ブレックファーストとスコーン、ランチ、ケーキとかいろいろありますね。で、私はスコティッシュクリームティー、スコーンとティーのセットにしようと思います。クリームティー来ました。すごい大きいスコーンとクリームとジャム、あとこれは紅茶ですね。オリジナルブラックティーです。贅沢すぎる。クリームたっぷり。おいしい。スコーンとめちゃめちゃ合う。めっちゃうまい。中はしっとりしているスコーンで、外側が結構固めでさっくりざっくりって感じ。ジャム。なんかもう世界で一番昔っぽい街な気がする。
まあ他の世界は知らないけどさ、でもなんか今のこの2024年じゃないかのような気持ちになる場所ですね。ここがセントジャイル大聖堂ですね。なんかハリー・ポッターみたい、やっぱり全部このアーチの感じとかね。お、見えてきた。ここがですね、ダイアゴン横丁のモデルになったビクトリアストリートです。かわいい。なんかハリー・ポッタースタジオで見たダイアゴン横丁のとことはまあちょっと違うけど、でも確かに言われてみればダイアゴン横丁かもなって感じですね。ここがですね、 JK ローリングがハリー・ポッターを描いたと言われているザ・エレファント・ハウスというカフェですね。で実はですね、これ本当は別の場所がその JK ローリングが描いてた場所なんですけど、そこがですね火事になっちゃったんで、今お店がここに移ってる感じです。でその実際に本を描いてた机だけがこのお店に残ってるみたいです。ですね、ハリー・ポッターグッズがたくさん売ってるお店です。すごい可愛いので行ってみます。可愛いバタースコッチビアだって。なんかロンドンのキングスクロス駅のショップにはないような、初めて見るようなグッズもたくさんある気がする。怖ないこれナメクジ、ロンが口から出してたナメクジ、クラ A のナメクジですねなんか可愛いポストカードとレターセットがあるので、どれか買おうと思います。このドビーのポストカードにします。ここがですね、美味しいフィッシュ&チップスとかが食べられる人気なお店です。ワールドレコード、歴史あるフィッシュ&チップスみたい。でっかいフィッシュ&チップスが来ました。あとビール、美味しそう。よりも美味しいかも。チップスの方は結構なんかぶっといポテト、じゃがいもって感じ。ごちそうさまでした。量がめっちゃ多かったんで終盤ポテトがしんどくなったんですけど、でも美味しく完食できました。今7時ちょっと前なんですけど、これからエディンバラのホラーツアーに向かいたいと思います。これはフリーガイドツアーというもので、お金はかかんないんですけど、最後チップとしていくらかを払うっていうようなツアーになってます。ただですね、完全に英語なので、どこまで理解できるかっていう話ではあるんですけど、ちょっと怖いホラーなスポットを巡っていこうかなと思います。
なんか事前に予約をしてたんですけど、こうやってチケットをもらいました。始まりました、ホラーツアー。どこに行くのかな。Right guys, welcome to this evening's ghost tour of Edinburgh. I am your guide this evening. My name is Shauke, and I have lived in Edinburgh for over 20 years, and I do know the city very, very well. In fact, I know it inside out, and I am especially interested in the dark side of Edinburgh. Now, it's my job tonight to give you an insight into the paranormal aspect of this city. John Knox, the great Scottish divine, who died the 24th of November 1570. I think it's disrespectful that he's parked in space 23. Somebody drives over him every day, parks their car here. And I'm going to let you guys make that decision by giving... You have dinner? You've ruined my joke. I said, of course you've not been in there. You guys are all on a free tour, and this is a very expensive... ちょっと高いけど面白そう。 I don't know, I've not been inside, but I have seen pictures. Which? Oh my God, we've got a serious. So they also like to go for people who were quite vulnerable, those with a mental illness. Anyone here got a mental illness? Anyone got 3 nipples? No? That's me then, okay. Okay guys, so welcome to Greyfriars. This is Scotland's most haunted graveyard. And when they built this graveyard in 1562, when you came in through that gate, it used to be a valley, it used to go downhill. I just want you to take a moment to think about that. We're standing on a hill, guys. There are actually 700 marked graves in this graveyard, but there's more like 250,000 people buried here. Now this was seen teeth over by that tree over there on the ground, human teeth. Other guides have seen finger bones, pelvic bone, child's leg bone, and a few months ago on the Harry Potter tour, they found a skull. So if you find... 結構曰く付きのお墓がいっぱいある場所で、お墓が倒れてる。怖い。 Mausoleum. Now, this is actually where most of the paranormal activity happens in this graveyard. Now, in here are the remains of a man called Sir George Mackenzie. And Sir George Mackenzie was actually a judge and a lawyer. In the end, what Mackenzie did was he put all those 1,200 men behind those gates. Just with the... Now, most of them died of exposure or starvation, and if they didn't die of that, well, then he tortured them to death, or they were put on a boat bound for North America, which shipwrecked, and there was a homeless man looking to get out of the rain. Back then, there were no gates here. These have been put in since. And he found a hole at the side of the mausoleum, and he crawled in. Look, there's something that's sucking the life out of them. And there's not enough money that you could pay to make me go in there, to be honest. It is absolutely terrifying, that place. To make me go in there, to be honest. It is absolutely terrifying, that place. To make me go in there, to be honest. It is absolutely terrifying, that place. So guys, I want to thank you very much for sticking with me to the end. I really appreciate all of you, honestly, you've been absolutely wonderful. So thank you very much, guys. Now I've got 2 favours to ask. ソフトクリーム来ました。これは何味？ソフトクリームにダークチョコがまぶされてる感じだね。おはようございます。エディンバラ観光2日目です。今ですね、ちょっと今日午前中ゆっくりしてしまったんですけど、今お昼の12時ぐらいです。でこれからですね、ちょっとお昼ご飯、朝ごはん兼お昼ご飯を食べに行こうと思います。なんかですね、スープが美味しそうなお店に来ました。これがですね、私がチキンのスープのラージサイズで、旦那さんがですね、豆のスープとひよこ豆のサラダですね。なんか裂いたチキンとひよこ豆ですね。ちょっとミルクっぽい味がする。
もう優しい味。もう連日揚げ物と甘いもんばっか食べてたので、ちょっと一旦胃を休ませようと思います。チーズ、玉ねぎときゅうり、あとほうれん草も入ってる。シャキシャキしてて美味しい。ごちそうさまでした。スープのお店がですね、昨日のホラーツアーで行ったグレイフライヤーズカークヤード、お墓ですね、お墓の近くだったんで、ちょっと明るい状態でも見てこようと思います。で墓地の入り口の近くにあるこのワンちゃんがですね、グレイフライヤーズボビーと呼ばれているエディンバラの中堅ハチ公と呼ばれている像です。かわいい。このボビーはですね、警察官の飼い主がですね亡くなってしまったんですけど、その飼い主が埋葬されているグレイフライヤーズ墓地の墓に毎日やってきて、日中ずっとそこでこう過ごしていたそうです。だからそれだけ飼い主さんのそばにいたいっていう、とっても中堅なワンちゃん、中堅ボビーですね。みんなお花撫でてるからピカピカになってる。なんか日中来ると全然雰囲気が違うお花も咲いてて、あー、これがボビーのお墓ですね。あ枝がいっぱいある。あ、ボビーだ。これが昨日ちょっと真っ暗でよく見えなかったんですけど、ジョージ・マッケンジーのお墓ですね。今日もですね、昨日参加したフリーツアーのハリー・ポッターツアーに来てみました。で、なんとですね、ガイドさんは昨日のホラーツアーの人と同じ人。すごい忙しい、昨日も今日も。Germany and Ravenclaw, okay? Also Germany and Slytherin. Oh, yes! Japan, Hufflepuff. Hufflepuff. Put your heads together, heads together. Okay. They're both in Slytherin, guys! Okay, guys, now for an extra 50 points, which Weasley family members actually work for the Ministry of Magic? The dad, who's Arthur, if you said that, that's 50 points. And the brother, who is? Percy, 50 points. Now for an extra 50 points. あのホテルが JK ローリングが宿泊してたホテル。 Welcome to Victoria Street, otherwise known as the inspiration behind. So I want to know if anyone can spot anything that might possibly have been the inspiration for one of the characters from Harry Potter. これがマクゴナガル先生の名前。これがですね、ボルデモート、トム・リドルの名前のインスピレーションを受けたお墓です。トーマス・リドル。リドルがスペルがボルデモートと変わってるみたいですね。Enjoyed yourself if you thought I did a good job. You can show your appreciation by leaving me a review. You can scan that QR code. It takes you 20 seconds. これ何？カールトンヒルって書いてある。登っていきます。もう疲れた。でもそんな遠くない。まあヒルだからね、丘だからそりゃ上がるよね。あー、きれい。Statue da, das Denkmal. Wenn du dann raus das übersetzt, wird ja auch abgedeckt. あー、すごい。反対側もめちゃめちゃ綺麗で、これがですね、なんかアテネみたいなパルテノン神殿みたいなんですけど、これがですね、戦没者記念碑ですね。ナポレオン戦争で命を落としたスコットランド兵士を追悼するために作られたんですけど、途中で予算が尽きてしまって、なんか廃墟みたいな中途半端な感じになっちゃったそうです。
そんなことってあるんだね。ディシューム、とっても美味しいインド料理屋さんでした。おはようございます。エディンバラ3日目最終日になります。今日ですね、夕方の7時の飛行機でオランダに帰るんですけど、それまで結構時間があるので、生き残した場所だったりとか、闇の地下街ですね、メアリーキングスクロースにも行こうかなと思います。ただちょっと動画とか写真が撮れないので詳しくはお見せできないかなと思うんですけど、それと、あとはですね、まだちゃんとスコティッシュのご飯が食べれてないので、スコティッシュ料理も食べに行こうと思います。いただきます。初めて食べるチーズスコーン、なんかネギみたいなのが入ってる。何かな。ハーブだね。セージ。最後の一口。エディンバラ城のすぐ近くにあるこの階段をですね、降りて、その下からエディンバラ城を撮ると、ハリーポッターのホグワーツみたいな写真が撮れるみたいです。本当に火山岩の上に立ってる城だからゴツゴツ感が。でもなんかさ、ちょっと揺れたら落ちちゃいそうで心配だよね。すごーい。崖の上のポニョ、崖の上の城。エディンバラ城がホグワーツに見えるスポットに来ました。まさにね、こう崖の上にある感じがホグワーツですよね。すごい嬉しい。この階段を上がったとこから撮るとすごくいい感じに見えるみたい。撮れる。綺麗。この両サイドのさ、お家とかもめっちゃ雰囲気あるし。メアリーキングスクロースに来ました。ここがですね、市庁舎になるんですけど、実はこの地下、昔ですね、貧しい人々が暮らしていた地下街になっています。でですね、その昔当時、ペストが流行してこう地下街にこうゴミとか汚いものがたくさん溜まっていたりして、すごく衛生環境も悪いような場所だったので、ペストの流行とともにですね、政府はその地下街を人ごとですね、コンクリートで埋めてしまおうという政策をとって、生き埋めに人々がされてしまいました。今ですね、一部、残っているその地下街を、メアリーキングスクロースツアーということで見ることができます。結構中にですね、小さい女の子の幽霊が出るとか、義母愛子さんが実際に来て除霊をしたとかっていうのもホームページに載ってたりするぐらい、ちょっとホラーが詰まったツアーになってます。ただですね、映像とか写真が撮れないので、詳しく共有はできないんですけど、ちょっと行ってこようかなと思います。これがですね、ペストの際に、ドクターがね、こういう今でいう防護服みたいな感じで、こう全身レザーで長い鳥みたいなマスク、ゴーグル、手袋で、ペストの患者を見ていて、何人かお医者さんがいた中で1人だけ生き残ったそうです。で、このマスクの中にはラベンダーとかいろんなハーブが詰めてあって、その空気をきれいにするフィルターっていうのと、いい香りっていう機能があるマスクだそうです。今ですね、ツアーが終わって戻ってきました。で、ここがですね、お土産屋さんになってて、最後ゆっくり見ることができます。
ツアーの内容はガイドさんの案内で見て回るような感じだったんですけど、そのガイドさんがですねかなり演技派で大きい声で脅かしてきたりとか、雰囲気作りも上手で、それが普通に怖かったです。あとは内容がやっぱりリアルなので、ここで患者さんの遺体を置いていたとか、当時のトイレもないような大変な暮らしとか、やっぱりここで起きてたのかってすごく感じさせられる、想像をかきたてられるようなツアーになっていました。これがプリシンズストリートガーデンですね。こう見るととっても素敵な公園に見えるんですけど、向こう側が、駅になってて、であっちの上の方がエディンバラ城になってます。でここがですねなかなか怖いスポットになっていて、で、昔このエディンバラは、魔女裁判が行われてたり、だいたい4000人程度の主に女性が、魔女だという嫌疑をかけられて処刑されてしまったそうです。で、向こう側の駅も含めてここ全体がですね池になっていて、でその池に、手足を縛って魔女と思わしき人を落とす。でもし沈んでしまったら、それは人間だ。で浮いてきたらそれは魔女だから殺さなきゃいけないっていう、どっちに転んでも、地獄というか、どっちに転んでももう死ぬ運命しかないっていうようなことが行われていた場所になってます。なので死体もそのまま、引き上げずにそのままになってるので、今でもここを掘り返すとたくさんの人骨が出てくる場所と言われています。めちゃくちゃ逆光に多分なっちゃってるんですけど、ここもすごくエディンバラ城がよく見えるスポットになってます。今ですねだいたい3時ぐらいです。これからですねスコティッシュ料理を食べようと思います。このスコッティーズキッチンというお店に行きます。下がですねビクトリアストリートですね。エディンバラのビールも頼みました。美味しい、飲みやすい。ハギス来ました。ハギスとはですね羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でたスコットランドの伝統料理ですね。結構好き嫌いが分かれるみたいです。旦那さんはベジタリアンハギス。ちょっとレバーっぽい、テリーヌっぽい感じですね。もうそろそろ空港に向かうバスの時間になるので、ホテルに戻って荷物を取ってバス停に向かうと思います。今ですね無事エディンバラ空港に到着しました。これからオランダに帰ります。今回イギリス、スコットランドのエディンバラいかがでしたでしょうか。ホラー、オカルト好きかつハリーポッター好きの私にとってはめちゃめちゃ最高に楽しい場所でした。結構今まで行ったヨーロッパの中で一番好きな街かもしれない。あとはですねぜひ、このチャンネルのチャンネル登録と、もしこの動画面白いと思っていただけたらグッドボタンぜひ押していただけると嬉しいです。では最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。梨塩つくなめで頼みました。美味しい。ボラリタクシー見ているめっちゃ並んでる場所。